こんにちは、イナントロです。今日はですね、ここにもある通りなんですけど、ライオットゲームス1というオフラインイベントに行ってきましたので、レポートしたいと思います。このイベントはかなり大きくて、日本で初めてこんなにゲーム系のイベントでオフラインで大きかったんじゃないかなって思いましたね。会場は横浜アリーナで約1日に1万3000人が入れるようなところでした。開催日はこちらに書いてある通りなんですけれども、1日目が12月23日金曜日から12月24日土曜日でした。こちらのイベントはですね、バロラントとリーグオブレジェンド、いわゆる LOL とか LOL とか言われているゲームですね。で、有名なゲーム制作会社ライオットの公式オフラインイベントでございます。で、今回チケットなんですけれども、結構ね、正直なところ余裕はありました。チケット販売日当日は S 席、一番いい席がすぐ売り切れてしまったんですけれども、そうですね、それも売り切れたのが2日目の方だったかな、土曜日の方で、1日目は、結構余裕はあったかと思います。収容具合ですけれども、1日目の方がやっぱり平日っていうこともあってちょっと人は少なかったですね。2日目は結構ギリギリまで人がいたように思います。1日目がですね、両方バロラントがメインなんですけれども、1日目のメインはですね、ストリーマーの方たちのイベントで、2日目がバロラントのプロプレイヤーの方同士のインビテーション、各国からそれぞれのプロの方がいらっしゃって、日本のチームと対決するっていう豪華なイベントでした。両方すごいよね。私プロのイベントなんか見たことないので面白かったです。で、私が行った理由なんですけれども、これは完全にねすごいピンポイントなんですけど、このザ河川のためなんですね。ザ河川のためっていうとあれなんですけど私リーグオブレジェンドしかもともとやってなくて、このイベントのために、バロラントを予習していったって感じですね。ロールは2年くらいノーマルだけれども、細々やっています。2023年の目標はちなみに脱アンランクです。で、私は今回2日両方行きました。なので今回は本当にただのファンガとしての感想だなって思いますけれども、はい、ぜひ見てみてください。まず会場の様子なんですけれども、結構ね、いろいろありましたね。まず1つ目、入ってすぐあったのはフードコートですね。フードコートといっても、横浜アリーナは私あんまり行ったことなかったので知らなかったんですが、中に入ると結構ね、スナック、ホットスナック系が結構売ってました。で、それ以外にも、今回のイベントのために用意されてる、手軽に食べれるようなカレーとか、ボウルに入った唐揚げとか、いろいろなものが食べられました。私もね、唐揚げ買ったんですけど、めちゃめちゃ美味しかった。中に入りますとスポンサーのデバイスが見れたんですね。提供している商品が、かなり見れました。キーボードですとかマウスパッドとかマウス、あとは、モニターなどもありました。本当にね、いろいろこういう機械じゃないとなかなか触れないようなデバイスがあったりして、結構探すの大変なんですよね。デバイス探すのってすぐ触れて購入を検討できるのでいいなって思いました。で、イベントなんですけれども、今回はイベントが12時ぐらいからスタートして夜9時10時ぐらいまでやっていたこともありました。今回はバロラントメインのイベントだったので、あんまりロルの商品はほぼなかったんです。ほぼというかゼロだったんですけれども、それでもね、可愛いグッズありましたね。ユナイテッドアローズとコラボをしていて、それで一緒の、おしゃれなコラボ商品の、スウェットとかパーカーとか出ていました。ね、オフラインイベントは行けるなら絶対行ってみた方がいい。でも本当に気になってるなら一回行ってみてほしいなって思いますね。コメントとか見ながらね、チャットできたりするけれども、オフラインで行くともうその場の空気が全然違うんですよ。臨場感がすごいんですよ。1日目2日目両方に著名なアーティストのオープニングショーが今回あって、それがすごい良かったです。あとね、観客の盛り上がってる時のおーとか応援スティックバルーンを一緒に叩くのとかめちゃめちゃ楽しいです。結構ね、見てる方は1日目が
女性の方が結構多かったかな。2日目はほとんど男性の方でしたね。女性の方多いって言ってもそんなにめちゃめちゃ多いわけじゃなくて3割ぐらいだったかなって思います。横浜アリーナの中にはフォトブースっていうところもあって、コスプレイヤーの方とかそのゲームの中のアイテムとかと一緒に撮れるようなブースがありました。1日目はこちらに書いてある通りで上から順に見ていこうかなって思います。Day1 はスペシャルオープニングショーがりょうるさんがやってくれたんですね。でその後オープニングステージがあって、司会の方が喋っていただく。でクレイジーラクーンカップスペシャルというオンラインで事前にやっていたトーナメント戦の決勝戦をこちらでやっていたり、あとはザカ戦でリーグオブレジェンドのゲームをやっていたりしました。プロ VS ストリーマーのディファイアーズというものがありましたね。それで1日目は終わりでした。感染者なんですけど、意外と1日目は私みたいなロールしか知らない人が結構少なくない量いるなって思いましたね。結構周りの人ロールの話してたかな。入場した時にいろいろもらえたんですよ。1つ目は真の完全飯をいただきました。1日目と2日目が違った。これはもらえるものは1日目と2日目ほとんど変わりなかったんですけど、この日清の完全飯だけ違いましたね。であとは蜂蜜金柑のど飴とバロラントの夜とフェニックスのプレイヤーカードなどなどが、コードでもらいました。完全飯食べたんですけど、なんか不思議な味しましたね。ちょっとちょっと不思議な味がした。確かになんか健康な要素入ってる味は感じましたね。この1日目の総括なんですけど、私としてはね、やっぱりザカ戦が一番良かった。まず最初のスペシャルオープニングショーなんですけど、これレオルさんすごかったんですよ。正直申し訳ないんですけど知らなくて、行く前まで。でここで初めて知ったんですね。ビジュアルのやつすごい可愛くないですか？夢かわな感じで、なんか可愛い感じの曲調で来るのかなと思ったらすごいかっこいい系だっためちゃめちゃかっこいい系だった。それがねまずギャップ一つ目ですね。でなんとね1月26日ならこの会場の様子が見れるらしいので、見たい人は急いでその概要欄の動画を見に行ってみてください。どこかでねまた見れる機会もあるかもしれないと思いますが、とりあえず今公開されているリオルさんのパフォーマンス動画が一旦26日までその URL から見れると思います。曲としては1曲目はねもちろんこのイベントのために用意されていたバロラントの関連した新曲だったんですけど、もう2つはね TikTok で聴いた曲流れたんですよ。第6巻っていう曲 The Sixth Sense もやってくれました。それね結構良かった。結構会場の盛り上がり具合としては正直ゲームメインの方が多かったので、私と似たような境遇の方で多分ね結構いたんじゃないかなって思います。でもすごいかっこよかった。ネオンが1日目はメインだった気がしたんですけど、このレオルさんの曲とか結構ねネオンが出てくるんですよね、そのビジュアルとして。あとこのキャラクターちょっとわかんない名前わかんない、すいません。このキャラが出てきた気がする。2日目はね夜がメインだったんですよ。バロラントのキャラクターのそれに関連するパフォーマンスが2日目の最初の方でありました。ヒップホップアーティストなかなか日本の方知らないのでいい曲だなって思いましたね。2日目は1日目とは打って変わっても本当にバロラント一色ですね。もうロールの話なんかしてる人聞こえませんでした、全然でバロラントのファンの方には気を悪くしないでほしいんですが、完全に私はミーハーで行きました。もうプロの試合見たことないので行ってみたいっていう、そういう気持ちですね。プロで活躍されてる方、しかもなんか日本で海外のプレイヤーが来るってなかなかないんじゃないかなって思って行きました。プログラムとしては、こちらの通りですね。もう本当にひたすら日本チームのゼータと DFM が、PRX、DRX そしてファナティックと対決するっていう日です。
で、1日目と2日目両方なんですけど、帰りにエナドリをもらいました。レッドブル。今回ちょっと行く前は不安だったんですけど、行ってみたら結果、バロラントをあまりやってなくても楽しめるし、勉強にもなるイベントでした。勉強になるっていうのは、どういうキーボード使ってるとか、なんか見れちゃうんですよね。例えば、バロラントとか FPS ほとんどやったことないので知らなかったんですけど、FPS やってる方ってちょっとモニターを、何ですか、下の部分を自分側に近づけて、モニターの上側を自分より遠ざける、そういった習性があるのかなって思いました。あとはね、マウスパッドがめちゃめちゃでかい。マウスパッドめちゃめちゃ大きいんだなって思いました。個人的にはファナティックのダーク選手、キーボードが木製で可愛かった。あれ気になる、本当に。もし何のメーカーか知ってる方いたらコメントで教えてください。あとはですね、北海道を持ってるチームがいたりしましたね。手を冷たくさせないっていうのが大事なのかなって思いました。なんかプロのチームだからどんだけもう詳しい方しか行かないんだって思ったんですけど、わかんないなって言ってる人ちらほらいたんで、私みたいな境遇の人がいたりして安心しました。プロのゲーム見るのはやっぱりみんなのためにあるなって思いました。まとめまとまってるかわからないけど、まとめ、オフラインイベントはいいぞっていうこと、本当にこれ。特に2日目は、見た方、ちょっとネタバレしていいかわかんないんですけど、東京でね、VCT が開催するっていう、バロラントのワールズみたいな感じですよね、ロールだったら。ワールズのバロラントバージョンみたいなやつが、日本でね、2023年開催されますっていうクリスマスプレゼントをライオットの人がしてくれたりした時は、もうすっごい会場が沸きましたね。うわーって。もうなんかこんなにバロラントってこんな愛されてんだなってちょっと感動しました。会場にいただけでもなんかね、感動しちゃったもん、本当に。あと感動したポイントはね、1日目のザカセンのオープニングの時でみんなが湧いてた時ですね。もう2日目のその VCT 日本でやりますっていう動画を見た時のもうなんか会場の雰囲気すごかったですね。だからオンラインではなくてオフラインで共有するっていうのは本当に良かった。今回は有料のイベントだったんですけれども、ゲーム系のイベントってたまにまだね、無料のイベントがあったりするので、まずは無料のイベントから行ってみてもいいのかなって思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と、いいねボタンよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。